皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。オーストラリアの中では比較的小さな都市アデレード。今日はその夜の顔に迫ってみました。それでは楽しんでいってください。皆さんこんにちは。アデレードは冬真っ只中ですけれども、今日はこの天気。私のね、大好きな鳥たちも姿を見せてくれました。今日は夕方からシティに出かける予定なので、その様子をたっぷりとお届けしたいと思います。最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それではどうぞ。はい、夕方のアデレードの街にやってきました。ただいまね、時間はだいたい午後5時ぐらい。5時半からのね、レストランを予約しているので、そこに向かって歩いていっているところです。オーストラリアは今は冬なので5時でもねこうやってちょっとサンセットがもうすでに見えているような状況です。アデレードの街の特徴としては街全体がね5番の目のようになっているんですね。であと私がねすっごく好きなのはこの古い建物と新しい建物、その近代的な建物と古代的な建物が本当にね入り混じっていてすっごくね素敵なんですよ。古い建物も取り壊すのではなくってその中をリノベーションしてまた違う用途で使う。でこういう風にね新しいビルと古い建物が入り混じっていて、私はねすっごくこの近代的なんだけれどもレトロな感じも残ってるっていう感じのこのアデレーのね街並みがめちゃくちゃ好きです。シドニーやメルボルンと比べると本当に小さな街で歩いてね全然散策できるぐらいな規模だし高級ブティックとかもねそんなにないんですけれども、でも私はね洗練された店とかそういうおしゃれな店はね結構ね多いと思っていて普通にね散策するだけでも楽しい時間が過ごせると思っています。はい、少しずつねレストランの方に近づいてきました。実は今日は少し奮発した料理を食べに行くので今からねとっても楽しみです。こちらのねレストランになります。はい、それではね中に入っていきましょう。今日は実はずっと来たかった鉄板焼きのレストランにやってきました。このレストランも昔銀行だったようで、その中をね改装してレストランになっています。なのでね天井もね高いし本当にね昔の作りがねそのまま残っているような感じです。注文するコースはね一応決めてきてたんですけれども最終確認をして、そして恒例の乾杯。美味しいから私もね少し飲ませてもらって、まさに日本のビールっていう感じでした。そしてね私たちの専属のシェフがやってきてくれました。はい、まずはねホタテですね。生のホタテ。実はねクリスは生の魚あんまり好きではなくって、これもどうかなと思ったんですけど、これね意外とクリス一番美味しかったかもっていうぐらい喜んで食べてました。めちゃくちゃ美味しかったです。もちろんご飯が美味しいと私のお酒も進むわけで、そんな中ね次の品はアワビですね。今回私たちはねシーフードもお肉も両方堪能できるねそんなコースを選びました。さてアワビがね焼き上がってきました。オーストラリアに来てアワビを食べたことがないので単体でね頼んだこともないのでいくらぐらいかの想像はつかないんですけれども、きっと高いんでしょうね。これねもう今見ても思い出せるほど美味しかったんですよ。クリスはねそこまで好きじゃなかったみたいですね。少しね分けてもらいました。私はね全部平らげました。
ここでね、私はね、店員さんにね、ずっと聞きたいことがあって、ようやくね、決意して質問してみました。Are you Japanese? from Taiwan. Taiwan. Nice. たったそれだけ書いて質問だったんですけれども、日本人じゃないっぽかったんですけれども、でも日本人って言われても納得するかもっていう感じのタイプだったので、どうしてもね確かめたかったんですね。はい、そうこうしてる間にね、スチームのエッグがね来たんですけれども、私ももうそのね目の前に置かれているロブスターが気になってそれどころではありませんでした。私はね大のエビ好きなんです。2杯目はね、もう日本酒というのを最初から決めていたので、日本酒を注文しました。確かにこれ純米大吟醸を頼んだと思うんですけれども、そんなにね高くなくって、でさっぱりしてね、とっても美味しいお酒でした。これ絶対ロブスターに合うやつやんってね思いながらね出来上がるのをね待ってたんですけれども、私はね本当にお酒好きなんですけれども、平日はねそんなに飲まないです。なのでやっぱり週末はね楽しみたいなと思って、こういうとこ来たらねやっぱ飲みたいものをね飲むようにしています。はい、もうねロブスターはねこれもうプリップリでめちゃくちゃ美味しかったですね。なんかね一つ一つはねそんなに大きくないんですけれども、やっぱりねゆっくり食べるので少しずつねお腹いっぱいになってきたんですけれども、次がねいよいよメインになります。はい、もちろんね鉄板焼きといえばメインはお肉でございます。ここのお店は神戸ビーフにアップグレードすることもできたんですけれども、今回はねしなかったですね。またね日本に帰る予定があったので、その時にね日本で食べた方がいいかなと思ってオージービーフのままにしました。それではね同じテーブルの他のお客様から全員に見つめられながらのシェフのパフォーマンスをどうぞ。Wow. なんかね海外らしいパフォーマンスですよね。絶対ねやってくれるのは分かってたんですけれども、想像以上にね豪快で壮大だったのでちょっとびっくりしました。手をね使ってたのもねちょっとびっくりしました。Yep. クリスは初めてね日本に行った時に鉄板焼き屋さんに行って、その時にね出たガーリックチップスを本当に感動してめちゃくちゃ美味しいって食べてたので、今回もねついてきたのですっごく喜んでました。今回ねお料理もねもちろん美味しかったんですけれども、この盛り付けプレゼンテーションもね少し楽しませていただいたなと思ってます。 How's the garlic chips? Good? 今回ね私たちがなぜこの鉄板焼きを食べに来たかっていうと、それはね他でもない引っ越し祝いです。今までは1時間かけてお互いの家を行き来したりしてましたけれども、いろいろありましたけれども、一つの家に住むという新たな一歩を踏み出したので、ここでね一度お祝いしてもいいかなと思って2人でねいつかねいいディナーを食べに行きたいねっていうのを言ってたので、今日それがね叶いました。アデレードには他にも鉄板焼き屋さんいくつかあるんですけれども、以前ここのねお店の前をたまたま通りかかって雰囲気が良さそうだったから行きたかったのと、あとアデレードのね看護師仲間もここが一番いいっていう風に評判が良かったのでここにしました。そしてもう一つ、普段はねこの高級なところあまり来ない私たちがなぜ今回は奮発できたかというと、実は銀行のお金はね使ってないんですね。2つの家から1つの家に引っ越すにあたって家具がね余ったんですよ。ほとんどの家具がね2つずつあったので、2人で相談していらない方を少しずつ売りに出して、で現金で回収していった結果結構な額になったのでね、今回はこの夕食を食べることができたわけです。なかなかいい使い道だと思いませんか？それではね次の場所へと移動していきます。は
はい、これね、時間はね、だいたいもう7時半ぐらいなんですけれども、辺りは完全にね、真っ暗になっていて、このイルミネーションがとても綺麗なんですけれども、実はアデレードでは毎年冬にイルミネートアデレードといって、このようにね、光のショーの祭典のようなものがイベントとして行われているんですね。今年は7月の4日から7月の20日まで行われていて、いつも冬のスクールホリデーのね、時期に合わせてこのようなイベントが開催されます。こんな感じで街の中心のね、至るところにいろんなイルミネーションが設置されていて、でこれはね、全部フリーで見れるやつです。それではね、いくつかね、少し見ていきたいと思います。これはね、橋のようになっていて、自転車をね、漕いでる子どもたちがいたので、多分これが発電になって色が変わったりしてるんじゃないかなと思いました。結局ちゃんとしたところは分からなかったんですけれども、多分そうだと思います。こういうね、参加型っていうのもね、また面白いですよね、子どもたちにとっては。それではね、また少し歩いていってみます。はい、そしてね、次に私たちは有料イベントの方に移動してきました。このチャンネルでも何回かね、お伝えしたことがあるんですけれども、実はアデレードはアートの街でもあり、フェスティバルの街でもあるんですね。だからフェスティバルとかが多いんですけれども、あとね、アートもね、すごく有名なんです。で、今回ここをね、ずっと進んでいくと、人の顔がね、現れたんですけれども、これ実は木に映写してるんですね。すごいと思いませんか？本当にね、リアルでものすごい映像でした。なんていうんですかね、その実際の木に映写しているので、その映像自体もそうなんですけれども、その木自体の、立体感が出るし、あとその木の枝とか葉っぱとかがよりね、リアル感を生み出してて、本当にね、実際に見たらね、ものすごい迫力でした。瞬きとかもね、してましたので。実はこのイベントが開催されているのは、町の中心にある大きなね、ボタニックガーデン、植物園の中で行われているんですね。このイベント開催中も、植物園はお昼間は普通に植物園として運営されていて、夜暗くなるとこのイルミネーションに変わるっていう仕掛けになっています。本当にね、昼と夜とでガラッと雰囲気が変わって、本当にね、全然違う雰囲気になるのがね、またこれもね、楽しいところでもあります。この植物園のショーも毎年行われています。当たり前ですけれども、毎年ね、趣向が変わって、多分今年は木にね、映写する顔
を映写するっていうのがかなりね一つの見どころだったと思います。あとね大きい池があるのでそれにね光当てて木がね反射しているのはねものすごく幻想的でね綺麗かったです。本当にねいろんな仕掛けがあって多分小1時間はねゆっくり歩いたらね見て回れるぐらいの大きさで本当にね楽しめました。これはね有料イベントなんですけれどもチケット代はね今年は1人45ドルでした。だいたい4500円ぐらいなんですけれども、その価値はあったかなと思います。であとね本当に人気でこのチケットもねギリギリで取ったんですけれども実はもう8時半の回までソールドアウトしててでその8時半の回も見た時にはね、あと残り2枚ですってなってたので急いでね取ったので本当にね取れてよかったなと思いました。そして今ねこの歩いている場所なんですけれども私ね多分実はこれが一番好きだったかもしれないんですけれども歩いていくとねこの光と煙でねトンネルのようになってそれに向かってね歩いていってるようなね感じになるのがすごくね幻想的で綺麗かったです。最後は熱帯雨林の植物たちを展示している建物の中に入っていきます。実はねここに関しては前見た時の方が良かったなっていうのが実は正直な感想なんですけれどもでもね今年もね綺麗かったですけれどもねもちろんねボタニックガーデンなので帰り道ね植物をちょっと見たりして夜なのでね全然違う風に見えたりするのでこれもね何の花だろうと思いながらちょっと気になってちょっと近づいてみました。可愛いですよね。So how was that? It was good. Good? Yeah. Better than you thought? Better than last year. I don't remember last year. Do you? Yeah. It's a little bit better last year. We going home? Unless you want to do something else. What? Alright. For example? Get a drink. Maybe. 飲みに行くか。Huh? 飲みに行くか帰るか。What? 飲みに行くか帰るかどっちにしましょう。Yeah. はい、いかがでしたか？今回はアデレードの夜の街を散策ということで、イルミネートアデレードのね、イベントをご紹介しました。アデレードの夏といえば、以前お届けしたアデレードフリンジーがやっぱり一番大きいんですけれども、冬で一番大きいイベントといえばこのイルミネートアデレードかもしれないですね。アデレードのね、冬はね、確かに寒いですし、雨風も多いんですけれども、でもね、こういうイベント、あとフェスティバル、マーケット、至るところでね、やっています。アデレードにね、もし来る機会があれば、ぜひこういうね、イベントなどをね、事前にチェックしてから来られたらより楽しいんじゃないかなとは思っています。これからもね、アデレードの魅力をどんどんこのチャンネルでね、発信していきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。バイバイ。イルミネーション終わって帰ります。
なんか知らないんですけど、数日前から私の車の中が死んだ魚のような匂いがしてて、Why smell so bad in this car? 私のせいだそうです。Why? Because you spilled food. 私が多分ランチかなんかをこぼしたままにしてたのか、ある日突然帰ろうと思ったら車の中がもう息ができないぐらい臭くって、それを忘れてて放置してて、今も臭いです。 We need to wash the car tomorrow. Don't think that's going to get rid of the food smell. So how? You'd have to wash the seat. Yeah, so we can do tomorrow. How? So what should I do then? I don't know. I've never spilled like juice on a It's seat. not fish juice. It smells like dead fish, so it's something fish related. だそうです。それでは犬がいる家に帰ります。